技物、達人芸、人倫磨き、切れ味を維持するのにどれがいいのか、わかりやすいようにすべてレベル3で比較するよ。技物は 50% の確率で切れ味が低下しない。技物がついている装備は火力スキルがついているものもある。そのため、技物は他の切れ味維持スキルより発動させやすいのもポイント。達人芸は会心発生時に 80% で切れ味が低下しない。会心率 70% であれば、56% の確率で切れ味が低下しない。なので会心率 70% 以上であれば達人芸も視野に入れる感じか。問題は人倫磨き。回避の無敵時間にモンスターの攻撃判定が重なれば発動する。条件付きだが、個人的にはおすすめ。その条件とは何か。まず回避性能は発動させない。回避性能も発動させようとすると他のスキルがほとんど発動できない。なので切れ味を維持する目的で人倫磨きと回避性能を発動させるのであれば、技物や達人芸を発動させた方がいいでしょう。回避性能をつける前提であれば、人倫磨きは優秀である。しかし、回避性能を発動させないとなると、人倫磨きを発動させられる機会は減る。そのため、切れ味はある程度長い武器を使う必要がある。運が悪く人倫磨きを狙いにくい攻撃が続く場合もある。また、スタンや状態解除ダウンが続いてしまうと切れ味が低下してしまう。そのため切れ味が長めの武器と相性がいい。尻尾などフレーム回避がしやすい攻撃のあるモンスターかどうか。こういった尻尾攻撃はフレーム回避がしやすい。また、こういった攻撃も抜けやすい。このようなフレーム回避しやすい攻撃を持つモンスターとは相性がいい。また、フレーム回避をしているつもりがなくても、わずかに無敵で抜けているケースもある。こういったケースも実はちょくちょくある。試しに発動させてやってみると、思ったより発動するかも、わら。見てから先駆けが間に合う攻撃があるモンスターかどうかも重要。こういった攻撃は見てから先駆けが間に合う。それだけでなく初動で身を引くケースも多く、攻撃が届かなくなってやることもない。わら、こういった攻撃を持つモンスターとは相性がいい。確定もしくは高確率派生に先駆けを狙う。見てからでは先駆けが間に合わないが、確定もしくは高確率で行ってくる派生であれば狙える。こういった攻撃を狙っていく。のけぞりもしくは尻餅で済む攻撃を持つモンスターとは相性がいい。お団子のけぞり術レベル2以上を発動させれば、尻餅ではなくのけぞりで済むようになる。回避の無敵で抜け切らずとも切れ味を回復できる。むしろ無敵で抜け切らない方が全体フレームが短くなるので DPS 向上にもつながる。こういった攻撃を持つモンスターとも相性がいい。最後に片手の場合、方向の際に頭に滅が入らないモンスターもいる。ぶっちゃけやることがないのでフレーム回避をする。簡単ではないが難しすぎるわけでもない。そして頭に滅が入らないモンスターは、怒り以降以外でも方向するモンスターが少なくない。こういうモンスターとも相性がいい。以上を踏まえると大体のモンスターが、何かしら相性のいい攻撃を持っているかと思われる。複数該当するならより相性がいいと考えられるいかがです。人倫磨きちょっとありじゃないですか。わら。とはいえ、ガルクの状態異常、スタン、総流、状態解除ダウン、
V 破壊ダウン。これにより突き詰めるとほとんど攻撃されない。たまにされる攻撃も武器種ごとにあるカウンターで裁くだけ。なので技物や達人芸はやっぱり強い。しかし、しっかり殴り合いをするようなクエストなら、人輪磨きは一向の余地あるかなと。